我は最果ての魔王ディープブリザードである。皆、こんにちブリザードであるぞ。ゼロから始めるクリスタ第2回目の今回はクリップスタジオを使って絵を描き、保存をし、そしてそれを SNS など他のメディアに投稿できるように書き出すという一連の流れを説明を最低限にしながらツールの使い方なども解説しつつ行っていこうと思うのであるぞ。より具体的なイラストを描いていくという方法は第3回目以降の講座の中で行っていこうと思うのではあるが、まずはクリップスタジオというものの使い方、そして理解をしていくための講座が今回の回だと思ってもらえれば嬉しいのであるぞ。また、簡単な絵だからといって侮ることなかれ、その簡単な絵の中にもたくさんの技術やツールの便利機能が備わっているからこそできるものだと今回の講座を最後まで見ればわかると思うので、ぜひぜひ最後まで見て学びになっていただければなと思うのであるぞ。また、このチャンネルではクリップスタジオに関する講座動画を多数投稿しておるので、よければチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいのであるぞ。では、実際にクリップスタジオペイントを使って絵を描き、保存をし、SNS に投稿するという流れを簡単に解説していこうと思うのであるぞ。また、今回はツールの使い方の解説は最低限にしようとは思うであるが、どうしても必要な際には解説を挟もうと思うのでご了承いただければなと思うのである。また、今回説明を省いたツールの使い方などに関しては今回以降の講座動画の中で詳しく解説をしていくので、まずはクリップスタジオで絵を描く、保存する、投稿するという流れを覚えてほしいのであるぞ。また、クリップスタジオの画面や環境設定などについては前回の動画で設定した状態になっておるので、まだ見ていないもの、理解が難しいと思ったものは前回の動画を見直してもらえればなと思うのであるぞ。では、早速絵を描いていこうと思うのである。クリップスタジオといえば絵を描いてこそであるからの。ではまず、この上のメニューバーの一番左にあるファイルから新規を選択しよう。ここで選択もできるであるし、このアイコンが並んでいるところの新規というところからも作成ができるのであるぞ。するとこの通り新規という項目が出て、作品の用途、イラスト、ウェブトゥーン、コミック、同人誌入稿、すべてのコミック設定を表示、アニメーション、などなど、非常に細かく選ぶことができるのである。今回はイラストを描くのでイラストである。イラストは特に一番シンプルな設定で、画面のキャンバス、つまり使うサイズなどを設定するということがここでできるのである。そしてこのプリセットというところに、どんな設定にしたいのかっていうのがこんな風に、たくさん初期でも入っているので、ではまず、デフォルトの正方形 1000×1000 ピクセルというのを選択して、このような状態になると思うのだが、基本的に特別な条件がなければ、魔王は必ず絵を制作する際に設定しているものがある。それは解像度というもので、解像度を350に設定してほしいのである。解像度というのは DPI とも呼ばれ、ドットパーインチ。1インチの幅の中にどれだけのドットを表示するかということを決めることができるのである。なので、最初の段階の 72dpi だと、1インチあたりに72ピクセルのドットが詰まっている状態になるのである。そして解像度が350になると、1インチ幅に350ピクセルが入っているということになる。なので、より高精細な絵を描くことができると覚えていてほしいのである。なので、解像度が低いと結果的に粗いイラストになり、解像度が高いとより細かいイラストを描くことができると覚えていてほしいのである。また新たな絵を描くときなどにこの解像度や幅のサイズの指定はしていこうと思うので、今回は幅1000ピクセル、高さ1000ピクセル、解像度は 350dpi。この設定にしていれば良いとだけ覚えておけば良いであろう。では、OK を押してキャンバスの作成をしよう。これで今、画面にキャンバスができたのである。このキャンバスの操作、マウスがあると少し楽になるのである。マウスのホイールを回転すると縮小や拡大ができるのである。また、キーボードのスペースキーを押すと、画面のカーソルのアイコンが手の形になっているのがわかるであろうか。これがキャンバス移動ツールというもので、
スペースキーを押したまんま画面をドラッグすると、キャンバスを好きな位置に置くことができるのである。ちなみに iPad 版もしくはタッチ機能に対応した液晶タブレットの場合は、2本指のピンチイン、ピンチアウトでキャンバスの拡大縮小ができる。そして指1本で画面をドラッグすることで、キャンバスの画面内移動を行うことができるのである。また、2本指でキャンバスを回転させることで、キャンバスの回転を行うこともできる。キャンバスの回転は、このナビゲーターという残しておいたパレットの、この下のこの波のようなアイコンがあるところのバーを動かすと、このように細かく動かすことができる。ちなみに上のバーは、拡大縮小を決めることができるので、ナビゲーターで設定をしても良いであろう。元に戻したいときには、この 100% ボタンと回転をリセットというアイコンをクリックすれば元に戻すことができるのであるぞ。そしてこのフィッティングというボタンを押せば画面内に綺麗に中央にぴったりと収まるように画面を設定することができるので、絵全体を見たい、確認したいというときにはこちらのボタンを使うと良いであろう。では実際に絵を描いていこうと思うのであるが、まずはこのペンというツールのサブツールの中にある G ペンというのを使っていこうと思うのである。G ペンの大きさは 1mm で行おうと思うのである。こうやってパレットごとに流れを作っておくとこの配置だとすごく見やすくなるので、ペンを選んで、ペンの種類を選んで、そしてそのサイズを選ぶと。この流れを覚えておくと画面を見やすくなるのである。そしてブラシサイズなどを細かく設定したいときには、下のツールプロパティパレットを使うとブラシサイズなども設定できるのである。今回は細かい設定は省いて、G ペンの 1mm を選んだというところだけ設定していくと良いであろう。他の部分は特に触らなくて良いであるぞ。そして、カラーサークルで様々な色を選ぶことができる。この丸の部分をドラッグすると、色相環という色がこうやって虹色でぐるっとループになっているところから好きな色を選ぶことができる。この中の四角でサイドやメイド、色のこの鮮やかさ、淡い色からはっきりとした色へ、そしてメイド、明るい色から暗い色へ、これらを組み合わせて色を選ぶことができるようになる。最初は難しいかもしれないが、この色相環で色を選んで、そしてサイドやメイドで細かなその色自体の明るさや鮮やかさを決めると良いであろう。今回はサイドやメイドが一番低い黒を選ぼう。そして下のレイヤーに来て、ここで新規ベクターレイヤーを作成をしよう。レイヤーのところにあるアイコンから作成しても良いし、レイヤーパレットの左上にあるメニューから新規レイヤー、そしてベクターレイヤーと選択しても良いであろう。では、ベクターレイヤーをクリックして、新規ベクターレイヤーをどのように作るかと出てくるので、名前はもう初期設定のままでも良いが、自分でレイヤー管理をするときに分かりやすい名前などに設定しておくと良いであろう。そして表現色はカラー、グレー、モノクロの3種類から選ぶことができるが、今回はデフォルトのカラーで、そして合成手法、つまりこのレイヤーの中で使う合成モードを何にするかとずらっとこんな風にいろいろ出てくるのではあるが、今回はデフォルトの通常にしておこう。このような状態になっているのを確認したら OK を押そう。すると先ほどできていたレイヤー1と何か違うところがあることに気づくであろうか。下にあるこのレイヤー、この普通のレイヤーのことをラスターレイヤーと呼び、このアイコンがついているレイヤーのことをベクターレイヤーと呼ぶのである。で、ちょっと今このラスターレイヤーを選んだ状態で液晶タブレットを使って書いてみると、ラスターレイヤーは普通に書けるレイヤーである。そして、ベクターレイヤーを選ぶと、上のラスターレイヤーと何も違いがないように書けるようになっているのがわかるであろうか。そう、基本的にラスターもベクターも見た目上大きな違いがあるわけではないのである。では何が違うのかというと、ちょっとラスターとベクターで似たような絵を描くであるな。では、ラスターレイヤーの方を選んでいる状態で、こんな風に絵を描いた際に、この綺麗な四角の部分だけを残したいので、このはみ出した部分を消したいという時には、ツールから
消しゴムというのを選択して、今回はこの片目というのを選ぼう。そして同じ 1mm のブラシサイズにして、こうやって消してあげると良いであろう。もっと大きめのブラシで、こうやって消すという作業をすると良いであろう。ただ、ちょっと今見てわかる通り、綺麗に消そうとすると、食い込んでしまったり、食い込むの嫌だからなって言ってこうやって消してると、微妙にはみ出したまま残ってしまったりと。このあたりを細かく書き直したり、じゃあこのはみ出した分もう一回ペンで書き直そうとか、また消そうってやっていると、綺麗な線がどんどん崩れてしまうのである。綺麗な線がどんどんと形を崩れてしまって、綺麗な線ではなくなってしまうというのはデジタル追いかけではよくある話なのではあるが、今ちょっとベクターレイヤーを選択して、ベクターレイヤーで同じようなことをしようと思った際に、ベクターレイヤーの項目には、ベクター消去という項目が出てくるのである。そして横にある十字のところで、触れた部分、交点まで、線全体という3つを選択することができるのだが、交点までを選択してほしいのである。もし、消しゴムツールを選んでこのベクター消去という項目が出てこないというものがおったら、ツールプロパティパレットの右下にあるこのスパナのマークを選ぶと、サブツール詳細パレット、ツールプロパティをより細かく設定することができるというメニューを出すことができる。出てきたら、下にある消去という項目から、ベクター消去という項目に、この目のアイコンがついていること、つまり表示されていることを確認しておこう。ツールプロパティに表示をされたら、このサブツール詳細は消してしまおう。この状態で、このはみ出している線をカットするように、画面に線を引くイメージでやってみよう。そしてこの状態で手を離すと、パッと、この線と線が交わっているところまでで自動で消してくれるのである。ベクターレイヤーというのは、普通の書いている線のように見えるが、実は数値や細かな点で管理されているのである。こんな風に書いた線が点で管理されているのがわかるであろうか。なのでこのように、この赤い線と線が交わっている、ここまで線を消してくれるというのを自動でやってくれるのである。なのでこの線をまたこんな風にカットすると、線と線が交わっている部分の点が繋がるところまでを消してくれた。なので、こうやってはみ出して残ってしまう部分も、こうやって消しゴムツールでカットをすれば消してくれるのである。なので他のパーツもカットして、そしてこんな風に一気に選択して消すということもできるので、それを繰り返せば簡単に綺麗な線を作ることができるのである。MAOは基本的に線画を描くときにこのベクターレイヤーを使うということを推奨しておるので、今後特に指定がなければキャラクターの線画を描く、何かの線画を描くというときにはベクターレイヤーを使うということを覚えていてほしいのであるぞ。なので、交点まで線を消すことができるということを覚えておけば、例えばこうやって髪の毛の房を描いたときに線が重なってしまい細かく消すのが面倒なところも、ベクターレイヤーで消せば瞬時に綺麗な髪の毛の線のラインを作るということもできるのである。なので、最初は感覚をつかむまで難しいかもしれないが、このベクターレイヤーを使って綺麗な線を引くことができるというための練習をしてみると良いであろう。では一回ちょっと描いた絵のデータが全部もう邪魔になったので、ラスターレイヤーを選んだ状態で、上のメニューバーのアイコンから消去というのを押そう。そうすると、選択したレイヤーの中にあるものをすべて消すということができるのである。そして、ベクターレイヤーのレイヤーも選択して消去を押そう。もちろん消しゴムで消しても良いが、消し忘れや細かいピクセルの粒などが残ってしまうということもあるので、画面に置いてあるものをすべて消してしまいたいという場合には、この消去を使うと良いであろう。では実際に、今回は SNS に投稿するためのリンゴの絵を描いてみようと思うのである。なので、MAOと同じようにやってみれば良いではあるし、好きにリンゴの形をまずは線画で描いてみてほしいのである。なので、潰れたハートのような丸をこう描いて、で、リンゴのへこんだ部分を描く。で、リンゴの枝部分を描くと。この状態で、消しゴムツールでベクターレイヤーなので交点まで消すことができるので、このように消しておこう。で、リンゴ本体ができたら、飾りの葉っぱを、こんな風に描こう。そしてまたリンゴ本体と重なっている部分を消せば、簡単に
リンゴを描くことができるのであるぞ。そして色塗りを行っていくので、ツールパレットの塗りつぶしというアイコンを選択する。もしくは、キーボードの G を2回押そう。1回目だとグラデーションというツールになって、もう1回その状態で G を押すと、塗りつぶしというサブツールに変更することができるのである。その状態で、他レイヤーを参照という塗りつぶしツールを設定しておこう。そして、ツールプロパティパレットの中にある、ベクターの中心線で塗り止まるというところにチェックが入っていることを確認しよう。またもこれがチェックが入っていなければチェックをする。この項目が見えなかったら、サブツール詳細の中の参照先という項目の中に、ベクターの中心で塗り止まるという項目が入っているので、こちらを選択し、そして目のアイコンをチェックして表示されていることを確認しておこう。これでこの書いた線画のところに、じゃあ塗りつぶせば良いのかって言ったら、アイコンの形がこの禁止ボタンになっていて、画面で塗りつぶすことができないのである。そう。ベクターレイヤーというのは、ラスターレイヤーと同じように線を描くことはできても、色を塗りつぶすなどはできないのである。ではどうしたら良いのかというと、最初からできていたこのレイヤー1のラスターレイヤーに色を塗りつぶしていこうと思うのである。複数のレイヤーを参照するために、この他レイヤーを参照という塗りつぶしツールを使い、赤色を選んでいる状態で、リンゴ本体の線画の中で画面をタップすると、このように色を塗りつぶすことができるのである。じゃあ同じように、よいしょ。こうやって茶色を選んであげて、枝の部分を塗りつぶして、葉っぱの緑色を選んで、葉っぱの部分をタップして塗りつぶそう。そして、このレイヤーの目のアイコンをクリックすると、そのレイヤーを非表示を切り替えることができるので、目のアイコンがついているときは見えている、つまり表示なので、それを消せば非表示の状態で見ることができるであるし、線画のレイヤーも消せば、どんな風に塗りつぶされているのかというのをチェックすることができるのであるぞ。では、これでまず絵が完成したので、絵を保存して、そして SNS などに投稿できるように書き出そうと思うのである。まずは、ファイルの保存を選択、もしくは、上のメニューバーにある保存というアイコンをクリックしよう。すると、どこに保存するのかというのが出てくるので、今回は簡単にちょっとデスクトップに保存しておこう。ファイル名を変えることができるので、apple.clip という形式で保存しよう。ファイルの種類はこの Clip Studio Paint で開くことができる独自ファイル形式 .clip というものを使うのである。そしてデスクトップに保存したので、デスクトップに apple.clip というのがアイコン付きで表示されているのがわかるであろうか。ただ、この形式では SNS などに投稿することはできないので、画像の書き出しというのを選択して SNS で投稿できる形式で新たにデータを作ろうと思うのである。じゃあなんでこの apple.clip っていうファイルを作ったのかというと、この先ほど言ったこのレイヤーという機能を Clip Studio でまた編集し直したり書き直したりする際に開くためのファイルを保存しておいたのである。では画像の書き出しを行おう。ファイル、画像を統合して書き出し、そして PNG というファイルを選択しよう。そしてまたどこに保存するのかというのが表示されるので、今回もデスクトップを選択して、ファイル名からそのまま作ってくれるので、apple.png というファイルができていると思うので、この状態で保存を選択しよう。すると、書き出しの細かい設定をすることができるので、書き出しの設定は基本的に画面上にこのように映っている通りで良いし、表現色は適切な色振動自動判別になっていれば良いであろう。そして、出力サイズというのを元データからの拡縮率というところを 100% になるように、この上のバーを調整して 100% になるように設定をしておこう。例えば半分のサイズにしたいなという時には 50% にしたら縦横1000ピクセルの半分ということで 500×500 ピクセルで書き出すよということもできるのである。今回は書いたサイズそのままを投稿しようと思うので 100% の状態になっていることを確認して OK を押そう。するとどんな風に書き出しますかという最終プレビューが出てくるので、ここで色がちゃんと出ているや、色がちゃんとできているなどを確認したら OK を押すと良いであろう。すると Apple PNG というファイルが作成されているので、
こちらをダブルクリックすると、こんな風に書き出された画像を確認することができるのであるぞ。では、SNS に画像を投稿しようと思うのである。今回は Twitter を使うと思うのであるぞ。これは我のプロフィール欄なんだけれども、そこからツイートするを押して、で、先ほど書き出した apple.png の画像を画面内にドラッグして、リンゴ書いたよみたいに好きなことをつぶやくコメントを書いてツイートをしよう。すると、この通り、自分で描いたイラストを SNS に投稿することができたのである。これで、クリップスタジオペイントで絵を描き、保存をし、書き出して、そして SNS に投稿するというところまでを一通りやってみたのである。基本的にはこの流れさえ覚えていれば、どんな作品を作って、どんな風に書き出して、そして様々な SNS 媒体で投稿することができるという、もう絵描きデビューができちゃうのである。この一連の流れを自分で覚えられるようになるまで何度も繰り返し、そしてこの動画を何回も見直しながら、クリップスタジオでの絵の描き方、書き出し方、そしてそれを様々な媒体で見せていく方法というのを覚えてもらえればなと思うのであるぞ。というわけで、いかがだったであろうか。前回、そして今回と、クリップスタジオペイントの導入、そして基本的な使い方の解説を行ったのであった。そして次回からはいよいよ本格的な解説を行っていこうと思うので、クリップスタジオペイントで本格的なイラストを描きたいというものは、前回の1回目の動画、そして今回の第2回目の動画を繰り返し見て、基本的な動作や書き方、使い方などを覚えておいてほしいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。良ければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。